皆さん、僕が今どこにいるか分かりますか？ここ。はい、ということで、今日も朝市にやってきました。魚見に行きましょうか。うわ、めっちゃ珍しいのおるじゃん。シーラカンスみたいな。これね、松鯛って言うんですよね。これ珍しいな。今日めちゃくちゃノープランなんですよね。何買おうかっていうのは決めてないんですよ。なんで美味しそうなのがおったら買うって感じで。シビラメとカワハギが1匹おまけで入ってます。これで1000円。安いな。いいメバルがおるな。よう超えとるメバルがおる。こんなん最高だよ。地浜じゃないですか。いかにも掘りたてって感じですね。この黒い感じ。おお、コショウダイにヒラメの小さいのですね。ソゲ。こんにちは。ありがとうございます。ありがとう。赤西貝。インパクト丸。これね、このふわふわなんだと思います。卵なんですって、赤西の。で、白アマダイ。今日もあるね。お、一緒エビ。3800円ね。大きいヤリイカだな。40センチぐらいありますね。本マグロのちっちゃいやつだ。おー、何このアオリイカ。こんな色になるの？こんな黄色っぽい目みたいな模様がついてるのはオスなんですよね。あー、珍しいカニがおる。これってさ、トラガニじゃん。これめっちゃ珍しい。久しぶりに見た。これ久しぶりに見たな。これね、もう今全然取れないんですよね。全然取れないからといって、めちゃくちゃうまいっていうわけじゃないんですけど、ただ希少ってだけです。皆さん結構牡蠣とか大アサリとかがっつり買ってますね。今日土曜日なんで今からバーベキューですかね。最高ですね。天気もいいし今日は。どうも。そうだね、今日はやっぱ面白い系だとあれかな、松鯛かな。今日はやっぱ今日こいつでしょ。一番最初に来た。あんまね、なかなかいないんですよね、池松鯛。すいません、これください。はい、閉めちゃう。閉めちゃってください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、2000円ありがとうございます。どうも。ゲット。うわ、すげえかっこよ。このね、黄色っぽいボディですよ。古代魚みたいですよね。いや、サイズ的にもちょうどいいんでね。よし、こちら家持ち帰ってさばいていきたいと思います。それじゃあ帰宅。ただいまということで、本日の食材がこちら、松鯛っていうことでね、面白い魚が売ってましたね。久しぶりに見たわ。もう見た目がね、こうシーラカンスみたいですよね。古代魚感がね、すごくあって、こういう見た目の魚大好きなんですよね。で、この松鯛面白いのが、幼魚の時は木の葉っぱとか木の破片などに擬態して、この状態で水面に浮いてるんですよ。この横たわって。別に弱ってるとか死んでるとかそういうわけじゃないんですよ。僕もね、一回捕まえたことあるんですよ。夜釣りしてたら、なんか変な葉っぱみたいな、でも魚みたいなのおるなと思ってタモですくったら、松鯛でした。このぐらいの。そういう思い出があるんですけど、でこの魚はね、まとまってガサッと取れる魚ではないんですって。網に入っても2、3匹ポツポツと取れるようなお魚みたいですね。で、旬は夏と言われてるんですけど、年間通してあまり味が落ちないと言われております。そしたらちょっと料理を考える前に、一度内臓とエラだけ抜いて3日ほど熟成させます。まだ身がプリプリなのでね、ちょっと寝かした方が美味しいのかなと思いますんでね、寝かしていきます。で、松鯛は鱗むちゃくちゃ硬いんですよ。素手で触ると怪我するぐらい、そのぐらい鋭いです。ほんで頭のところ、このエラのところですね、ここのライン、ここにギザギザついてます。これもめちゃめちゃ痛いし危ないです。で、もう一つのエラ、ここもね、鋭いのでカミソリみたいになってます。
鋭利な魚なんで、さばくときは軍手した方がいいですね。そしたらまずお腹を割っていきます。よっと。お、綺麗だな。まあさすがね、生け物ですね。エラも抜いちゃいます。こうして、よいしょ。はい、エラ取れました。エラが取れたら内臓を取っていきます。はいはいはい。まあ脂がある感じの魚ではないですね。まあでもちょっとありますね。すごく僕好みの脂の乗りですね。で、お腹はね、かなり広いです。ここら辺までお腹ですね。なんか淡水魚で例えちゃって申し訳ないんですけど、ティラピアとかに体の構造似てる気がしますね。で、軽くぬめりを落としていきます。お腹の中も血合いを取っていきます。でもそんな血合いが気にならないですね、この魚。ですごく上手に締めてくれてあります。血はめっちゃ抜けてますね。これは寝かしがいがありますね。はい、ではなんだかんだの10日間経過しました。氷漬けにしてさらにマイナス0度の冷蔵庫で保管しておきました。マイナス0度、マイナス0度違うね。あ、すみません、0度の間違いです。凍るギリギリで保管してます。さあどうでしょうか。全然いけると思うんですよね。水漏れもしてませんね。さあどうだ。おお、はいはいはい、いいですね。身も綺麗です。ほらほらほら、しっかりしてます。これね、成功ですね。よし、そしたらちょっと表面だけ洗っていきます。表面のぬめりだけさーっと落としますね。この表面のぬめりだけ取っちゃえば匂いが全然なくなりますんでね。全然匂わない。全く臭くないです。よし、そしたらさばいていきます。ちなみに今日ちょっと身を見て料理を判断しますね。硬いんですよ。で、今日皮引いちゃおうと思ってるんで、鱗ついたままおろします。いつもね、鱗取るんですけど、この松鯛に関しては皮引く場合は鱗ついたままでいいと思います。なぜなら鱗がむちゃくちゃビチッと硬くついてるんですよ。なんで鱗がついてた方が皮も引きやすいと思うんですよね。すごい硬い。めちゃくちゃしっかりしてる白身ですね。お、脂もある。いいね。はい、こんな感じ。いいですね。こちら側もおろしていきます。ちょっと切れ込み作って、で、ここから逆包丁ですね。もう逆包丁じゃないと包丁入りません。もうね、鱗が硬すぎて包丁が負けちゃいますね。で、ここ入れたら、この段階でここ腹骨ですね。腹骨を落としちゃう。カッカッと。で、反転させて、こう入れて、逆包丁。ああ、硬えな。うわ、硬っ。反対側からいきます。なんとなく頭ついたまま下ろしてますけど、絶対頭取った方が下ろしやすいですね。はい、こんな感じ。そしたらここ落として、尻尾を落とすと。はい、こんな感じ。松鯛の三枚おろしの完成ですね。ほら、身めちゃめちゃ綺麗ですよ。普通にお刺身で食べれますね。よし、ということで今日はこちらの松鯛を使って松鯛のお寿司を作っていきたいと思います。お寿司苦手なんですけど、何事もチャレンジしないと上手になりませんからね。やっていきたいと思います。よし、そしたら皮引いていきます。カマがついてますんで、カマ落としちゃいます。硬え。で、カマ取れたら腹骨をすいていきます。で、見ての通り松鯛って薄いんですよね。こうペラペラなんですよ。で、腹骨が深く入ってるんで、できるだけお腹の身を残して、ここでお腹をガッと空いちゃうと身が一気に減っちゃうと思いますんでね。よし、そしたら皮引いていきます。今度結構質問で多いのが、なんで皮引くのに鱗取るんですかっていう質問めちゃくちゃ多いです。僕の場合理由2つあって、鱗取ってから引いた方が皮目ギリギリまで引ける気がするんですよね。例えばマダイで言うと、この赤い血合いの上の白い膜、あそこまで残りやすいんですよ。綺麗に皮が引けるよっていうのが一つと、であとは鱗ついたまま皮を引いてしまうと、こうちょっと分かりますかね、どう気をつけても鱗がこうやってねちょっとついちゃうんですよね。なんでできるだけ鱗が身につかないようにするっていうので鱗を取ってます。で今日はねちょっと松鯛ガチガチなんで鱗ついたまま試しにやってみますね。いきます。結構吸い付くね。油がすごい感じじゃないんでシュッとはいけないですね。よっと。はい、こんな感じ。でもやっぱりね、ほら飛び散らないですよね、鱗が。この形のまま引けましたね。全然鱗も1枚も飛び散ってません。そしたら血合い骨取っていきますね。半分に割って
はい、血合い骨が取れました。で縁側も取っちゃいましょう。上の縁側、下にも縁側ついてますんで下の縁側と。はい、これで柵の完成ですね。背中の方お節とお腹の方目節ですね。そしたら塩水で洗っていきます。お塩1杯2杯、はい、で表面がぬるぬるとしてきたら OK ですね。特に鱗ついたまま皮引いた場合、絶対に塩水処理はした方がいいと思います。表面のぬめりとか残った鱗とかが落ちますんでね。よし、そしたら切りつけていきましょうか。結構幅広めに落としますか、このぐらいで。で厚さはまあ5ミリぐらいですね。でここで立ててしっかりとこのラインを作っていくと。斜めに入れて立てて落とすと。はい、こんな感じですね。ほんでお寿司松代だけだとちょっと寂しいなと思ったんで、こちら本マグロも買ってきました。これも握りましょうか。これ本マグロのこっち行きますか。天身のいいところ、いろいろ切り方あると思うんですけど、こう切るより一回こう落としてこう縦にした方がなんか揃った寿司ができるんかなと思うんで、ちょっとそれでやってみますね。ちょっと血合いがここついてますんで、血合いを落とします。こうやってピュッと。そしたらまず幅を決めます。幅はこんなもんかな。ちょっと長めに、ちょうど半分ぐらいですね、この長さだったら。そしたらこう落としますか。で立ててこんな感じ、こう入れてで立てる。こんな感じでこのぐらいの幅でいきましょうか。でここら辺からもう立ててまっすぐで、でここちょっと大きいのでここで1個捨て柵を作ると。こうですね。はい、こんな感じで、ちょっと切りたては中がちょっと黒いですよね。なんていうんだろう、表面赤くて中黒いみたいな。でこれね不思議なもんで、冷風に当てると真っ赤になるんですよ。なのでちょっとバットに並べて少し冷蔵庫に入れておきます。これ覚えておいてくださいね。これが入れてきます。はい、で冷風に当ててるうちに酢飯作りましょう。もう酢飯は今日は即席のやつでサクッと作ります。お水少なめに炊いた白米、ちょっと固めですね。なんで固めに炊くかというと、この米にすし酢の水分が入りますんで、入った時にちょうどいい柔らかさにしたいのでちょっと固めに炊いてます。で分量通りに1合に対して1、2とで混ぜ混ぜします。はい、出来上がり。はい、そしたらこちらマグロですね。カメラ越しじゃちょっとね伝わりにくいんですけど、中の黒いのがなくなって全体的に発色しました。これ発色するマグロはとても鮮度が良くていいマグロの証拠ですね。よし、じゃあこちら握っていきます。そしたら準備はまず氷水にお酢を少し入れて手酢を作ります。でわさびを用意します。本当はね生わさびがいいんですけど今日はないので生わさびっぽいチューブわさびを使います。で手はピッカピカに洗います。指の一本一本まできれいに。で念のためアルコール。よし、いきます。そしたらまず手酢に手をつけて手を冷やします。手を冷やすことによってシャリがくっつきにくくなるんですって。いつもねめちゃめちゃにくっついちゃうんですけど、いきます。シャリを持ってここでシャリ玉を作ると、こんな感じ。そしたらじゃあまずは今日のメイン松代からいきましょうか。松代こう持ってわさびをちょっとつけて、ほんでシャリ玉を置くと、こんな感じですね。でここで形をある程度整えます。で真ん中にちょっと穴を開けて空気を作ると、こういう感じですね。四角くて真ん中にちょっとくぼんでる感じで、これで今日は縦返しこういう感じでいきましょう。こうですね。でここに乗ったらまず横を揃える。横をシュッシュッと揃えて、そしたら親指でこの中ですね、ここの中入れて、で親指をここの上に置いてシャリが長細くならないようにしてこういく。で反転させて横揃えてこうでこう形を整えて、こんな感じ。お待ちって感じですね。ちょっとシャリはねほんとちっちゃめでいいと思うんですよね、こういうのって。今日調子いいぞ。
はい、松代の握りが上完成。よし、そしたらマグロいきます。マグロも一緒ですね。で、切りつけた方を表にしたいので、裏側めくっていきます。シャリ玉。シャリは小さめ。へい、どうぞ。いいんじゃないですか。はい、これでマグロと松代のお寿司の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。の前に今日はじゃん、緑色のやつ。今日は緑茶でいきます。まあ銀色のやつもいいんですが、今日は気分的にお茶でいきたい気分。日本の心ですよね。よし、そしたら醤油はもう塗っちゃいましょう。ハケで塗り塗りと、ピタ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 と。うわ、うまそう。シュッシュッシュッシュと。よし、じゃあまずはこちらの松代からいきましょうか。いただきます。うまっ、これやばい。身の方はもっちもちで、皮目は程よく歯ごたえがあって、でうまみが強い。シャリもね、ほら結構ね上手にできてる。うん、うまい。マグロいきましょうか。本マグロの天身ですね。いただきます。うまっ。うわー、これは最高ですね。昔は僕中トロとか大トロがお寿司では好きだったんですけど、年取るにつれてもうマグロは赤身って感じになってきましたね。この赤身の香りと程よい脂、たまりませんね。で緑茶を日本に生まれてよかった。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は朝市に売っていたまるでシーラカンスみたいなお魚、松代をさばいて食べてみましたけども、めちゃくちゃうまかったです。10日は寝かせすぎたかなと思ったんですけど、全然大丈夫でした。やっぱね、しっかり氷と氷でプレスして、さらに冷蔵庫でギンギンに冷やしておけばよっぽど大丈夫ですね。めちゃめちゃ育ってて美味しくなってましたね。本当にね、食べ頃だなって感じでしたね。いや、熟成は奥が深い。というわけで今日はおしょ、よいしょ、バイバイ。